徳川家康はロリコンだった。どうする家康に学ぶ日本史。正室2人、側室17人以上、11男5女を設けた秘密。徳川家康は生涯に2人の正室と少なくとも17人以上の側室を持ち、11男5女の子供たちを設けている。そして家康は若い時は熟女好きだったが、年老いてからはロリコン好きになったと言われている。徳川家康とその妻子たちの秘密に迫ってみよう。徳川家康はまだ今川義元の人質時代で、松平元康と名乗っていた16歳の時に、元康の姪瀬名、後の築山殿を正室に迎えた。瀬名は実際には今川義元の娘だったのではないのかと最近の研究では言われている。瀬名は家康との間に長男信康と長女亀姫を出産している。ところが築山殿と信康は織田信長に武田家に通じているという嫌疑をかけられ、信長は使いの酒井忠次に2人を処分するように伝えた。そのため家康は築山殿を殺害して信康を切腹させている。もしも築山殿が今川義元の実子ならば、家康は信長にはばかって築山殿と信康を処分した可能性も出てくる。なお余談だが、この時に使者の酒井忠次が信長に信康の申し開きを一切しなかったために、家康は長く忠次を恨んだ。やがて家康が天下を治め、忠次は隠居したが、忠次の後を継いだ嫡男酒井家継には4万石しか与えられなかった。同僚の井伊直政は12万石、榊原康政は10万石ももらっているのにである。酒井忠次は家康に面会して、息子にもう少し石高を与えてほしいと訴えた。すると家康は、お前でも子供は可愛いのかと答えたという。徳川家康は執念深く、決して昔の恨みは忘れていなかったのである。それはともかく、家康は出世とともに側室にどんどんと子供を産ませていく。しかし家康の側室の多くは子持ちの御家、すなわち出産経験のある継産婦で、しかも身分の低いものも多かった。家康は築山殿に仕えていた小郷の局お万の方を側室にして、次男結城秀康を設けている。しかしなぜか家康は結城秀康を疎んじた。一説には秀康が当時は意に嫌われた双子だったからだとも言われるが、真相は謎のままである。結城家は後に松平に改姓して越前松平家となっている。西郷の局於愛の方は三河の国衆西郷正勝の孫娘で、いとこの西郷義勝に嫁いで一女を設けたが、夫は戦死している。その後に西郷の局は家康に見初められて側室となって、三男徳川秀忠と四男松平忠義を生んでいる。次のお茶の方に至っては、農民の娘で鋳物師に嫁いで一女を設けていた。ところが代官がお茶の美貌を羨んで夫を殺し、お茶を自分のものにしようとした。
その時お茶は一人娘を連れて鷹狩りをしていた家康のもとに直訴したのである。家康はお茶の勇気と美貌に惚れ込み、側室にして六男忠輝、七男松千を産ませている。このように徳川家康の側室には主に出産経験のある子持ちの御家、継産婦、すなわち熟女と言われる女性が多かったのである。そして家康はそれらの女性たちに次から次へと子供を産ませ、11男5女の合計16人の子持ちとなっている。このうち成人したのが9男3女で、多くが政略結婚させられているのである。家康は子持ちの御家を好んで次々と子供を設けたことから、家康は熟女好きというレッテルが貼られてきた。ところがある時期から家康の好みがガラッと変化するのである。多くの子供や孫たちを豊臣系の大名に嫁がせるなどして、いよいよ天下を手中に収めると、側室に若い女性を起用し出すのである。家康はお夏の方、お梅の方、お六の方といった孫のような女性たちを側室にする。10代20代のピチピチギャルを同郷に差し掛かった家康が愛する姿はまさにロリコンである。ちなみに家康はお夏の方とは38歳差、お梅の方とは43歳差、そしてお六の方に至っては54歳差である。なぜ家康の趣味が熟女好きから突如としてロリコン好きに変わってしまったのだろうか。脳科学者の中野信子氏は本郷和俊との共著戦国武将の精神分析の中で次のように述べている。家康は実績のある女性を選んでいたということでしょうね。若いメスが好きなのって霊長類では人間くらいなんです。他の霊長類は熟女というか継産婦を好みます。経験のあるメスはモテます。処女で若いメスというのは全然モテないと述べている。そして家康は本当はロリコンだったが、子供を作るために熟女好きを演じていたのかもしれないと結論付けている。我慢強い家康はこういった場面でも自分の好みを若い時はじっと抑え、徳川家のために経験豊富な熟女と子作りに励んだ。そしていよいよ天下が自分のものになると、家康はロリコン好きの本性を表したということなのであろう。徳川家康が75歳で天寿を全うした時、側室のお六の方はまだ21歳であった。育った環境が複雑で、家康の性格は謎の部分が多いが、女性の好みについても謎が多く、なかなかの増えない人物だったと言えるのかもしれない。